万能のアップシューズと言えることができます。画面すごぜ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ホイディブラフです。はい、ということで久しぶりの YouTube の撮影になります。またですね、ホワイトちょっと体調を崩しておりまして、謎のちょっとまた高熱にですね悩まされて、治ってはまた体調を崩しっていうのをちょっとね 2,3 週間繰り返してやっと喋るようになってきましたんで、撮らさせていただきたいと思います。ちょっとねこの喋りたい欲がね溜まっていましたので、今日はそれを発散させていただきたいと思います。今日の内容はですね、新しく出たランニングシューズ、ナイキのエアーズペガサス41、こちらを短距離で使うにはどうなんですかというお声がね結構ありましたので、発信させていただきたいと思います。長距離選手はねグルービーとか他の YouTuber からあると思いますけど、短距離に関してはアップシューズでどうなんだと、海外の選手使ったりトップの、日本の選手とか使ってますけど、一体どうなんだろうっていうところ気になると思いますので、発信させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツスタート。ドン。それではこちら、新しくね7月3日に販売しましたエアズームペガサス41ブループリントパックの、ペガサスでございます。ペガサスはですね、41というわけで41年間続いているすごく長い、ロングセラーの大人気商品となっております。ホワイトペガサス知ってんのかと、思う方いらっしゃると思うんですが、僕ですねステップに入社して12年目になるんですけども、もちろんスパイク以外にもランニングシューズ全て、履いてきております。なんならペガサスはですねウェーブライダーと同等の使用頻度で愛用していた一足でございますので、皆さんご心配なく。はい、5、6年前もアップシューズとして僕はペガサス使ったり、近年もねペガサスを普通にランニングで使ったりしてますので、実際に履き比べた経験も、語らせてもらいます。軽く機能紹介なんですけども、41になって大きく変わったのはやっぱりリアクト X をミッドソールに搭載しました。そのことによりクッション性がアップで、反発力もアップという形になっております。で、ペガサスですね、僕も歴代のペガサスいろいろ履いてきたんですけども、今回のペガサスは感触として違うなって感じたのは、やっぱリアクト X になってからのミッドソールのちょっと硬さで、これいい意味です。僕ね、ナイキのランニングシューズですね、ちょっと柔らかすぎて競技場で履くと反発のレスポンスが遅いので、あんまり使うことなかったんですよね。あんまりねペガサスもアップダウンドリルでしか使わなかったんですけど、今回はズバリバランスがさらに良くなってます。アップからダウン、ドリルトレーニング、流し全部をねオールマイティーに使えるエアズームペガサスがさらにパワーアップして、よりスプリントにも使えるような変わっていると僕は感じました。でですね、これ熱くなってね、見た目なんかごつくなってねって思うんですけど、これ履くとドロップが結構効いててですね、全速部にしっかりね乗せる重心度がすごく楽になってるシューズになっています。意外と薄く感じますよ。ペガサスって厚底のイメージが皆さん強いと思うんですけども、今回結構ねパーサー RP までとはいかないですけど、結構地面に近い感じを得られるので、接地感、地面を潰す感触っていうのを得られる一つのシューズとして非常に面白いシューズとなっております。それではですね、買おうかなってちょっと気になっている人が、どういった使い方すればいいんだろうといったねところもご紹介していきたいと思います。まず中高生で一足でカバーしたいなっていう方は、まずアップですね、上空からで、その後のハードルドリルだったり、ラダートレーニングだったり、アジリティトレーニングだったり、流し 120m 流しだったり、マークソーですねにも使えます。はい、でそれからスパイクに履き替えるって終わった後のダウン、これで全て一足で、カバーできます。はい、使いやすい、アップシューズになっています。特に軽量性で反発性があってクッション性がある万能のアップシューズと、言えることができます。ではですね、次、もうウィンドスプリントとかレーシングスター、あと匠戦とかズームストリークフライとか薄底のスプリントトレーニングシューズは持ってるんだよ。でもう一個セカンドシューズ、なんか移動とかアップダウンで使いたいなっていう選手、そういう方もね非常におすすめのセカンドシューズとなっているわけでございます。あえてですねちょっと欠点を言うのであればアウトソールかなと。雨が降ると少し弱いような感じがするんですよね。そこはやっぱアディダスさんのコンチネンタルラバーとか強いのかと。別にウィンドスピードやレーシングスターのようなねグリップを効かせれるようなシューズがあれば問題ないということになります。あとはですね、例えば購入を検討して比較しているシューズ、同じようなクッション、ウェーブライダーですね。でアシックスだとちょっと厚底、GT とかになるんですけれどもちょっと重いですよね。 GT エボライドスピードとかで、アディダスだとアディゼロジャパン、ボストンじゃないですよね。
SL とかですよね。 SL でニューバランスだと、レベルとかになるんですけど、その中でペガサスを選ぶ理由というのはですね、ミッドソールのコードが今回リアクト X になってちょっと二重になるんですけど、非常にねもちっとはしていますけど、強く潰れすぎずにレスポンス速度が速いミッドソールになっているのが、決め手の一つかなと思います。他の例えばフューエルセルだと沈み込んだり、アリダスだとナイトストライクプロ、硬さがありすぎるとか人それぞれなんですけど、非常にね、絶妙な、ミッドソールの硬さになっています。ぜひね、スプリンターナイキちょっと柔らかすぎてな、跳ね返るタイミングがずれるんだよなとか、もっと速いパーンっていう帰りが欲しかったなっていう選手は今回ペガサス41、前作過去作よりスプリンターに使いやすくなっているアップシューズして生まれ変わっていますので、ぜひお試しください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回エアズームペガサス41を短距離で使うならどうなのかという話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まとめるとですね、前作よりミッドソールがリアクト X に変わって、レスポンスが速くなっていいよというところで、使うシーンはもう全部使える。アップからドリル流しダウンまで非常に使いやすい。でセカンドシューズを探している、ウィンドスプリントとかトレーニングシューズを持っているけど、セカンドシューズを持っている先生にもおすすめだよというところでございます。はい、アップシューズってやっぱスパイクよりね使用頻度が高くて、今いろんなシューズがあるので非常に迷うと思います。他のブランドのこれもいいんだけどな、あれも試したいなっていうものね、いっぱいあると思います。新作が出ると。僕もそのうちの一人です。新しいものが出れば新しいアップシューズ買うし、例えばアシックス水のばっかり入ってるからアリダスナイキ試してみたいっていうのもあるし、アップシューズは意外と試しやすいね、ブランドを変えたりとかいろんな種類に手を出しやすい思いますので、ちょっとねチャレンジしてみたい方はエアズームペガサス取り入れていくと面白いなと思います。マックスフライ2が出て、エアがねあれ硬いって前よりちょっと沈み込みがないな、硬いなって感じると思いますけど、今回はやっぱリアクト X になってから硬さがあるので、ちょっと近いのかな、完全に一致はしないですけど、使うにはありかなというところでございます。あと他にですね、エアズームストラクチャー、インビンシブルランフライニット、ライバルフライなどですね、ナイキのランニングシューズ様々ございます。その中ではよりスプリントに使いやすくなっているのかなと思いますので、ぜひねスプリンターでアップシューズを買い替えようかなと思う人はぜひ参考にしていただければと思います。それでは今回の動画につきまして評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんも体調に気をつけて頑張っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。また見てはいよー。